はい、皆さん模型を楽しんでおられますでしょうか。鳥犬チャンネルです。動画をアップしている明日になるんですけれど、11月30日和紙作っていう展示会があるんで、そちらに参加します。場所は大阪中央会館の方になります。ご興味ある方はぜひ足をお運びください。はい、それでは今回和紙作の方に持っていきますね。旧キットのリアルタイプの旧作をご紹介したいかと思います。はい、赤版の再販の時に買った旧作になります。パッケージかっこいいですね。左側にスペックがごちゃごちゃごちゃっと書かれております。もうマーキングが最高ですね、リアルタイプの絵はね。そしてね、右腕のこのね、関節の微妙な曲がり、大河原さんの絵ですよね。こういう関節部でもね、そっちに曲がるみたいなキットではなかなかです。そして太ももですね、ムチっとした、そこに左足にこうね、帯があるのがいいです。大河原さんらしい絵って感じです。で、はい、パッケージはこちらなんですけどね、ラインナップの方が載っております。他のキットだとね、完成品でいろんなタイプかと思うんですけどね。で、横パッケージがございまして、はい、こちらもね、はい、完成見本の方が載っております。旧作は他のに比べると割とあっさりした感じですかね。はい、そしたらね、改造前と後のね、塗装前の状態です。そしてもう物自体はね、だいぶ前に作ったものなんで完成しておりますんで、またね、どういったところが改造ポイントかご紹介しながら、また組み立てていきたいかと思います。はい、ここのね、足のパーツね、ここポリ軸のランナー T 字型のところを切り取ってね、このような可動パーツにしております。そしてポリキャップの方に差し込んであげます。で、かかとの関節はですね、イエローサブマリンのね、ボールジョイント使ってますね。こいつですね、この透明のやつ。はい、今悩んでましたけどね、アルミのパイプを入れてます。それでね、ちょっと長くしてあげてますね、長さをね。アルミパイプは 4mm の外径のやつですね。で、中身は 3mm になります。はい、そしてボークスさんのボールジョイントじゃなくてポリキャップですね。ポリキャップを使ったものになります。これがね、割と使い勝手がいいんでね、ザク系では。先週お見せしましたね、ザクもこれ同じような、ポリキャップ使ってます。そしてね、膝関節はこのように差し込むようにしてます。 4mm 軸のポリランナーのとこがあるんですよね。で、それが T 字型で3mm、今縦垂直に入ってるのは 3mm なんですけど、 3mm と 4mm がちょうどクロスしてるやつ使っててね。はい、そして反対の足も同じように組み立てていきます。はい、ボークスさんのね、ポリキャップの方にアルミパイプをくっつけたイエローサブマリンの関節技を差し込んでいってあげてます。この辺の関節はね、もう好き嫌いあるかなとは思うんですけどね、私はこういう風に作ってみました。はい、そして膝関節、反対の方はね、ちょっと映し損ねてたんですけど、こちらこのように差し込みに改造しております。こうしてるとね、塗装もしやすいですよね。はい、入ったかな。はい、入りましたね。はい、そしてこちらもね、受け軸に差し込んであげます。そして太もももね、若干太らしてあげてますね、確かこれね。膝関節はこれぐらい曲がります。で、股関節には関節技入れてますね。はい、このようにもともとある受け軸使いながら、このように確か差し込んだかなと思います。そしてふんどしパーツですね。ふんどしパーツはですね、腰の部分はですね、これプラパンとプラ棒で、プラの角材でですね、このように組み直してますね。そしてリアアーマーとフロントアーマーをこのように
ポリランナーの T 字型になっている箇所を使ってね、可動軸にしております。はい、もう刺したら OK な状態で稼働もするようにしております。そしてサイドのスカートのカバーですね。ここもリアアーマーとフロントアーマーと同じようにポリランナーの T 字型のところを使ってね、このように可動軸にしております。そして胴体 3mm 軸のねポリのランナーを使ってね、上半身とはめ込むようにしてみました。キットはこのように分割してないんでね、分割してあげました。はい。そして股関節ね、イエローサブマリンのね関節技を止めていってあげます。旧ザクね、デカールね、通常の MS06 のザクに比べるとちょっと少なかったかなっていう印象はありましたかね。デカールね、リアルタイプ一応全部作ったんですけど、ジムがでも中でも一番少なかったかな。でもね、あるだけいいですよね。もう当時それでね、普通のキットと同じ700円でデカールがついてるって、もう今やったらね、1枚のデカール買うだけでもね、結構いい値段しますもんね。はい。左のフロントアーマー触ってるんですけど、ちょっと接着面が剥がれてね、ひび入っちゃったみたいなんで、後で接着剤で直します。はい、このようにしてね、だいたい体ができたんで、今度は腕ですね。腕はね、ここウェーブの、ポリキャップ 5mm かな、はめてあげてますかね。で、上腕をくっつけて、手首もヒートペンでね、形を直してます。で、肩のパーツを入れておりまして、そしてここまたイエローサブマリンの関節技のね、引き出し関節を入れてあげました。肩のブロックはね、そのままだとちょっと長いような気がしたんでね、3ミリぐらいかな、カットして短くしてあげてます。はい、反対の腕も同じように組んでいってあげます。二の腕もね、2ミリぐらい確か細くしたんじゃないですかね、横側にね。はい、このようにはめてあげます。そして肩も入れてあげて、はい、胴体と接続させました。そしてショルダーアーマーですね。ショルダーアーマーもこのように中に関節軸をつけてあげて取り付けするようにしております。はい、そして次はですね、ザクヘッドですね。旧ザクヘッドですね。はい、キットのものをね、利用して中のね、モノアイレールがこう回転しているように見せるような工作もしております。頭部はね、2ミリぐらい、正面でちょっと小さくしましたかね。口のところはね、小さくしないように、あらかじめ切り取っといて、頭をこう切り詰めしたらまた貼り合わせるみたいな、そんなことしてますね。旧ザクはね、真ん中にね、そんなね、物合いとちょうど当たるところにね、こう軸があるんでね、でもこれがね、旧ザクのいいところなのかもしれないです。はい、これで完成となります。はい、武器の方なんですけどね、手は平手もついてますね。そしてヒートホークがあります。はい、ザクマシンガンはね、旧ザクと量産型ザクでね、形違うんで、ここちょっと接着がね、剥がれちゃったんで、後で接着しておきます。はい、そしてザクバズーカ。バズーカはね、量産型のザクと一緒ですね。はい、以上が武器で入っておりました。